イスマイル S プロジェンにお住まいの皆様こんにちは。最近朝夜にやっているウハンガチャにハマっているカレンです。なかなか撃滅の印出ないですよね。もっと欲しいですねこれ。さて今回は PVP で虎視眈々と上位を狙っている眠れる獅子の皆様に朗報です。300日記念も無事終了し、残すはアニバーサリーを待つばかりとなっておりますが、アニバーサリーに合わせてもしかしたら実装されるであろうグランロードレオン様について紹介していきたいと思います。お伝えする内容はこの4つ。1つ目はレオンの実装時期について、2つ目はレオンのグランウェポン性能おさらい、3つ目本国版によるレオン実装後の環境変化について、4つ目レオンの取得方法。以上4点となります。本国版の情報をもとにお伝えしますので、ネタバレが気になる方は観覧注意です。ここでちょっとお知らせ。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは見てまいりましょう。まずはじめにレオンの実装時期について。本国版から実装サイクルを考慮すると、2021年9月30日にカルシオン実装、そこから119日後の2022年1月16日にレオンが実装されました。そこで本国版の実装サイクルを日本版に当てはめてみると、カルシオン実装から119日後はお正月真っ只中の2023年1月3日となっております。まあ単純に韓国版の実装サイクルと照らし合わせてみるとこんな感じですかね。しかしながらさすがに来年ともなるとちょっと遅いんじゃないかなというところで、もうちょい実装が早まったりしそうな気もします。日本版カルシオンの登場時期なんかも考えると、なんだかんだ300日記念に沿う形で出ているということから、11月18日の1周年に合わせて登場か、あるいは季節イベントのクリスマス時期に合わせてくる可能性があります。まあ1周年記念での登場はかなりサプライズと考えてますが、出すタイミングとしてはうってつけでお祭り騒ぎ感が出て良い気もします。最悪1月3日以降にずれ込んでしまうってことになると、虚無の時間が増えそうで、ちょっとおやおやといった状態になってしまいそうですね。ぜひ1周年でお迎えできる状態になることを願っております。そんなレオンですが、グランサが大好きな視聴者兄貴お姉様方ならすでにご存知の通り、レオンのグランウェポンは PVP で猛威を振るうものとなっていて、手に負えない性能を持ちとなっております。そこで改めてレオンのグランウェポンの性能を紹介したいと思います。一つ目は銀色の波の翼ルミエール。一般スキルはシャインライトニング、光の力で敵を切り裂く。単一の敵に 220% 物理ダメージ、敵に 100% の確率で10秒間感電状態付与。感電状態の敵攻撃時クールタイム 10% 減少、クールタイムは13秒となっております。続いてグランスキルはライトドラゴニック。銀色の波の翼ルミエールに変身する。30秒間ルミエールに変身、3秒間免疫効果、攻撃力350増加、基本攻撃の速度増加、相性ダメージ 20% 増加、クールタイムは180秒となっております。変身スキルラックスライトニング。光の力で敵を切り裂く。単一の敵に 260% 物理ダメージ、敵に 100% の確率で10秒間感電状態付与。感電状態の敵に攻撃時クールタイム 10% 減少、クールタイムは13秒となっております。続いてパッシブスキルはシルバーウィンド。闇属性モンスターに防御無視 5% 増加。続いて2つ目は太陽の在来アポロン。一般スキルシャインソード。光の剣を落とす。アポロンの剣を10秒間召喚し、基本攻撃単一の敵に2秒あたり 50% 物理ダメージ。アポロンの剣に追跡命令。レオンが攻撃した敵をターゲットにし、持続時間が終わるか敵が瀕死状態になるまで攻撃。クールタイムは12秒。グランスキルはサンシャインソード。光の剣を落とす。単一の敵に 660% 物理ダメージ。
シャインソードのクールタイム 50% 減少、クールタイムは100秒。続いてパッシブスキルメディテーション。チームまたはパーティーに編成された全てのキャラクターに対して闇属性モンスターにクリティカルダメージ 15% 増加。続いて3つ目は勝利の加護2家。一般スキルシャインライリング。光の馬に登場して敵を攻撃する。範囲内の敵に 310% 物理ダメージ。敵を 100% の確率で4秒間挑発。自身に15秒間上降 5% 効果付与。上降っていうのは PVP で被弾時自分に最大ヒットポイントの 5% 回復と5秒間最大ヒットポイント 5% の保護膜が付与される状態になるようです。クールタイムは19秒。グランスキルラックスライディング。光の馬に登場して敵を攻撃する。範囲内の敵に 650% 物理ダメージ。敵を 100% の確率で7秒間挑発。自分に15秒間上降 5% 効果付与。クールタイム120秒となっております。続いてパッシブスキルビクトリーワード。チームまたはパーティーに編成された全てのキャラクターに対して敵のヒットポイントが 10% 低くなるほどダメージが 6% 増加、最大 30%。 この能力悪魔の指輪とセットにすると最大 110% まで増加しそうですよね。ちょっとどれぐらいのダメージ入るか気になりますね。4つ目は光を呼び寄せるバルドール。一般スキルシャインスプラッシュ。光の力で広い範囲を一掃する。範囲内の敵に 290% 物理ダメージ。敵に 100% の確率で10秒間 20% スロー付与。10秒間1秒ごとに LP2% 減少、最大 20%。 さらに瞬輪 20% 減少。クールタイムは23秒となっております。グランスキルラックスプラッシュ。光の力で広い範囲を一掃する。範囲内の敵に 590% 物理ダメージ。敵に 100% の確率で10秒間 20% スロー付与。クールタイム120秒。パッシブスキルインティション。 PVP 入場時に味方に15秒間クリティカル抵抗と命中率 50% 増加。5つ目は光の先兵アイリス。一般スキルシャインシールドアタック。光の盾を展開して敵を攻撃する。範囲内の敵に 270% の物理ダメージ。敵に 100% の確率で4秒間スタン状態を与える。行動不能状態及び1秒ごとに栄翔攻撃力の 5% 固定ダメージ。クールタイムは25秒。グランスキルラックシールドアタック。光の盾を展開して敵を攻撃する。範囲内の敵に 590% の物理ダメージ。敵に 100% の確率で4秒間スタン状態を与える。パッシブスキルイージス。チームまたはパーティーに編成された全てのキャラクターに対して変異抵抗 90% 付与。はい、いかがでしょうか。どれもこれもやばいウェポンとなっております。ちょいちょいレオンやべえって話は聞いたのですが、こうやってまとめてみると攻撃と補助を両立していて敵に回すとかなり厄介ですね。完全に PVP 特化型のウェポンですよね。レオン対策の一環としては先日公開した動画で紹介しているウィンの妖怪グランウェポンヘソンが有効なのですが、すぐに実装されるものでもないでしょうから当面の間対策には苦労しそうですね。で続いてはレオン実装後の本国版での PVP の環境について。状況はこんな感じ。実装当時 PVP50 位圏内のユーザーがレオンを利用していた割合は 94% となっており、100位圏内でも 92% を超える利用率となっていて、レオンの所持者であれば当然 PVP に起用するといった状態でした。さらにパーティー編成ではレオン、カルシオン、純の組み合わせが多くを占めており、光闇の組み合わせにより破壊力と安定性を両立した編成が主流となっていたようです。レオンの登場前はカイトやユナの利用率が高かったものの、レオン登場後はユナの変異攻撃が無効化され、さらにカイトの氷結攻撃についても抵抗手段があるため利用率がかなり落ち込んでおり左遷気味になっている状態。個人的にはレオンセリアードの組み合わせも面白いかもですね。
セリアードの広範囲回復と復活でレオンをゾンビ化させるのもちょっと面白いのかなと。あと1人を誰にするかっていう課題もありますが、そんな感じでかなりレオンが驚異的なキャラではありますが、ウィンのヘソンが登場したことで本国版でのレオンの利用率も下がり、利用率 0% だったウィンが 68% と急上昇している模様。レオン登場してから半年以上経過しているので、かなりレオンの活躍期間が長いので、すぐにウィンをどうのこうのすることもないとは思いますが、先々のことも踏まえてウィンの育成を進めておくのもありかと思います。その前にイグノックスも登場するので PVP の環境も頻繁に変わってくる感じがしますね。参考までにイグノックス登場後の各キャラ利用率はこんな感じ。レオンの利用率は相変わらず高いものの、イグノックスの利用状態はさほど高いものではない感じです。イグノックスについてはまた別の機会にお伝えできればと思います。はい、そんなレオン様の取得方法についてですが、本国版ではレオンのスペシャルストーリーを進行し、黒竜の鱗を一定数集めることで入手可能となっておりました。結構入手ハードルは低いのかなといった印象。開発者さんのコメントでは1周年での企画のため多くのユーザーに入手の機会を与えたかったとのことらしいです。日本版でもこのまま何も変更なくいきそうな気もしますね。さらにこのスペシャルストーリーを通じて専用のアーティファクト4種類の入手が可能なようです。これかっこいいですよね。4種類揃えると1万円になって、性能もそれぞれクリティカルダメージ増加、攻撃力増加、クリティカル増加、相性ダメージ増加となっていて使い勝手も良いですね。アニバーサリーイベントの詳細についてはこちらの動画で紹介しておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。はい、今回はアニバーサリーで実装されたら嬉しいレオンについて最新の情報を踏まえつつお伝えしてまいりましたが、いかがでしょうか。かなり PVP では鬼神のような性能を発揮するキャラとなっているので、今後 PVP の環境も大きく変化していきそうな感じがします。そしてカルシオンと違い入手ハードルが低いので、ぜひ実装されたら入手してみてはいかがでしょうか。ということでチャンネル登録するかお任せしますが、ぜひチャンネル登録高評価の方をお願いします。それではまた次回ご視聴ありがとうございました。전쟁이 끝나도 나는 모든 진실을 들을 수 있었다. 맹세하리. 이 상을 위해 싸우겠다고. 정말로 할 수 있겠어, 레오? 대답할 가치 못 느끼겠군.